はい、おはようございます。いやー、ちょっと天気が良くないですね。先ほどまで雨降ってたんですよ。だんだんちょっと止んできたんで、本日も撮影開始ですね。前回ですね、廃材の家が出来上がって、その日の夜から部屋の中で眠っています。下にですね、寝袋敷いて、その上にまた寝袋がある感じです。寝た感想なんですけど、結構快適ですね。車の中よりは全然いいです。久々のゆったりした寝床というか、それが当たり前だと思うんですけど、当たり前じゃなかったんで、問題があって、朝起きてほとんど外と同じ気温なんですね。なので寒いんですよ。夜中はですね、5度以下になるんですよ。そんな環境の中で寝てるんで、部屋をですね、あったかくするために薪ストーブを作ろうと思います。薪ストーブっていうと、小学生ぐらいの時に2泊3日ぐらいで長野県在住の方の家に泊まるっていうツアーみたいなのがあったんですよ。でその時にですね、家の中に薪ストーブがあったんですよ。ガラス越しに火が燃えてて、めっちゃ暖かいんですよ。部屋の外に出たら薪小屋があって、大量に薪が積まれてるんですよね。それを小学生の時に見たことがあるので、薪ストーブをですね、作ってみたいなと思います。早速ですね、薪ストーブを作りたいとこなんですけど、薪ストーブに使う薪がないんですよ。薪ストーブに使う薪はですね、薪の収納スペース、ちょっと今溢れて外に出てるんですけど、いただいた木材とか撮影中に出た端材を使いたいんですけど、この薪はですね、薪ストーブの薪として使うには小さすぎるんですよ。薪として使うってなると、例えばこういう太いですね、薪が必要になります。細い木材っていうのはすぐに燃え尽きるんですよ。マッチをイメージすると分かりやすいんですけど、マッチってすぐに火をつけたら燃え尽きますよね。それと一緒で、細い木材っていうのは燃焼時間が短いんですよ。なのでここにあるほとんどの木材は薪としては使えなくはないんですけど、太い薪に着火させるために使う木材になります。ということで本日はですね、薪ストーブに必要な薪を山に探しに行きます。駐車場の後ろ側にある山ですね。動画でも木炭作りをするときに入ったことがあるんですけど、久々にですね、この森に入っていきたいと思います。いやー、ちょっと最近入ってないから道が荒れてますね。よし。この山の中もですね、一軒家の敷地があるんですよ。杉、これがですね、たまに倒れてるんですよ。腐って倒れたりしてるのがあるので、それをですね、ちょっと探したいと思います。ちょっとなんかさらに気温が下がった感じしますね。見っけ、よっしゃ、あったぞ。これいいぐらいの大きさですね。2メーターちょっとぐらい。あ、でもいけそういけそう。これだけじゃ足りないな。保留。このですね、杉を切って薪に使う方法もありだと思うんですけど、生木だと水分たくさん含んでるんで燃焼効率が悪くて大量のですね、すすが出るそうです。なのでこういった倒木、多分もう乾燥してると思うんで、これを使います。倒木めっちゃあるな。こんなあったっけ。あ、いい感じ。これもう一本。あ、これもいい感じ。ただちょっとでかすぎるわ。倒木だらけだな。苔生えてますもんね。これこっち石垣になってるんですよ。石垣で、多分もともとは棚田だったんでしょうね。段々状になっていってるので、そこに杉を植えたのか、もしくは勝手に生えていったのかちょっと分かんないですけど、めっちゃ高いですよ。ちなみにまっすぐ生えるから木材として使うにはやっぱいいのかな。これをいただきますか。まずは細いやつからいこうかな。これ触るの怖いな。
なんか虫とか出てきそう。いや怖っ。うわ、なんかいたムカデみたいのいた。待って、ちょっと待って、マジでびっくりした。今冬になると虫がいなくなるって聞いたけど、俺は絶対今ムカデみたいなやついたな。マジ重い。おるか、イカおる。おった。よっしゃよっしゃよっしゃ、いける。もうほらいい。ラストでかいの何もいないの。念のため虫を落とす。せいや、でかすぎだろ。やべえ、山きつい。すぐ体力持ってかれる。あ、倒木。あ、これ細いか。もうちょい欲しいな。でかすぎん。これは無理だな。これ杉じゃないわ。なんだろう、ここも結構あるな。太さもいいぐらい。よっしゃ、またやるか。勝て。行ってみようか。おお、よし。よし。無理だ。よっしゃ。はい、木材運び終わりました。まあまあきつかったですね。20本ぐらいですかね。結構集まりました。これをですね、ノコギリで一個一個切るっていうのもできるんですけど、1日かかりそうなので、ある機材を用意しました。それがこちら、ででん、チェンソーさんですね。1万円で購入しました。これ新品だとですね、10万円ぐらいするんですよ。今日初めて動かすんですけど、まずはエンジンかけてみますか。必要になるのがこっちの燃料とオイルですね。これをちょっと入れます。燃料とオイルがこれですね。2サイクルエンジンオイル、チェンソーオイル。
燃料とオイル入れ終わりました。でチェーンソー用のグローブですね。サムライって書いてますね。チェーンソーの刃に当たった時に切れにくいようなグローブなのかな。まずはカバーを取ると。よし、チョークだったかな。こいつを引っ張る。これを引く。いくぜ。あれ大丈夫？とか硬いんだけど。使い方合ってるマジで。こっちに書いてるわ。チョークレバーを引く。チョークレバーを引く。スターターを引く。この時にエンジン音みたいなのが鳴るはずだけどな。これ相当むずいやつ？もしかして。スターターが硬くないですか？型が来るだけだよ。今これ入れて。これチェーンを入れるわ。これ燃料違う。ですか？入れたやつ持ってきました。どっちというこれ。これ入れたんですけど。エンジンオイル。燃料じゃなか。ガソリンで薄めますさ。50対1ですね。ガソリンと混合せますさ。焦げ高から。これとガソリンを混ぜると。混ぜる。50対1でね。これを一回抜かないといけないんですね。失敗した。まさかのガソリンを入れるところにオイルたくさん入れちゃったんで、オイル抜いてもう一回入れます。マジやらかした。こちらドン、都会で購入してきました混合燃料。これがガソリンとさっきのオイルが混ざってるやつですね。入れすぎ入れすぎ、こんぐらい。よっしゃ行くぜ。チョークレバーを引く。スターターを引く。硬いんだよなこれ、スターターが。こいつを何回か押すのかな、こうやって。なんか軽くなった急に。覚えとけよ。説明書を読んで帰ってきました。オンにしてチョークレバー引いて、これを2つ押してこれを押す。そしたらなんかこいつがへこむんですよ。この状態で引くっぽいですね。いくぜ。助けて。タイムやばすぎる。3度目の正直。もう1点忘れてるところがありました。スイッチをオンにします。チョークレバー引きます。このスイッチを押します。この後にまず1回引くと。でこの後にチョークレバーを戻す。でこの後に引くみたいです。もう一回。これでどうなのか。
できた。やっとできました。はいはいはい、わかりましたよ。いいね。やっぱエンジン音はいいっすね。よっしゃ行くぞ。気をつけながら安全に行きます。すげえ。マジ便利。これは便利だわ。どんどんやっていきます。結構乾燥してますね。大丈夫そうですね。一気にですね、切っていきます。巻き作りスタート。はい、大量の薪ができました。結構取れましたね。ということでこれを薪置き場に移動します。薪置き場なんですけどパンパンで溢れてるんですよ。ここの中にも全部入れてすぐに料理とかできるようにしてるんですけど、量がかなり多いのである場所に格納したいと思います。はい、こちら以前ですね作ったミニ太陽光発電の家ですね。このスペース全く使ってないんですよ。ここ薪小屋どうかなっていう。結構広いんですよ。気づいたら植物生えてますけど。ということで薪を移動します。はい、完成しました。どうですかこれ。結構溢れてますね。薪全部入るかなと思ったんですけど意外に溢れちゃいましたね。200本弱ぐらい薪あるかなって感じですね。
屋根から飛び出しちゃってるので、雨が降ったら濡れちゃうと思うんですけど、ある程度濡れてもそこまで燃えづらくないかなと思ってますね。なくなったらまた山に入って随時ストックしていくっていう形にしたいなと思ってます。という感じで薪の確保完了ですね。なんとか薪の確保が終わったな。次は薪ストーブ作りか。薪ストーブって作れるのかな。